おはようございます。桜井です。今回はソラナの ETF 承認の可能性について解説をします。もしソラナの ETF が承認されれば、その影響は仮想通貨市場全体に広がるかもしれません。過去にはビットコインやイーサリアムの ETF 承認が市場に大きな影響を与えてきましたが、今回のソラナはどうなるのか。さらにイーサリアムのガス代が過去4年で最安のレベルまで下がっているというニュースもあります。レイヤー2技術の進化によってこれまで高額だった取引手数料が大きく変わろうとしています。この変化がイーサリアムの未来にどんな影響を与えるのか、これも見逃せません。そしてコインベースの CEO がミームコインは仮想通貨の大衆採用の鍵になると発言しました。これまで投機的と見られていたミームコインですが、今後の市場にどんな影響を与えるのか、今回はこの3つのトピックを分析しながら仮想通貨市場の今後について考えていきます。それでは早速始めていきましょう。はい、まず最初のトピックとしては、ソラナの ETF が承認されるかもしれないというニュースが今仮想通貨市場で注目されています。SEC、つまり米国証券取引委員会は、ソラナの ETF 申請を正式に受理し、今後承認するか却下するかの決定を下す予定です。もし承認されれば、ソラナはビットコインやイーサリアムに続き、主要な暗号資産として ETF 市場に参入することになります。これに対して市場はどのように反応しているのか、ブルームバーグのアナリストによると、ソラナの ETF 承認確率は 70% と見積もられています。さらにポリーマーケットのデータでは、2025年内の承認確率が 84% に達しているとのことです。投資家の間では承認の可能性が高まっていると期待されていて、その影響でソラナの価格も上昇傾向にあります。では、もしソラナの ETF が承認された場合、仮想通貨市場にどんな影響を与えるのでしょうか。次のセクションではそのポイントについて解説をします。では、ソラナの ETF が承認されれば、それは仮想通貨市場全体にとって大きな出来事になります。過去を振り返ると、ビットコインの ETF が承認されたとき、価格が大きく上昇し、市場全体の注目度も一気に高まりました。まず ETF が承認されると、これまで仮想通貨に投資をしてこなかった機関投資家が参入しやすくなります。特に米国市場で ETF が取引できるようになれば、個人投資家だけではなく、大手のファンドや金融機関もソラナをポートフォリオに組み込む可能性が出てきます。これによって需要が高まり、ソラナの価格にも大きな影響を与えるかもしれません。そしてもう一つのポイントは他のアルトコインへの波及効果です。もしソラナの ETF が承認されれば他の主要なアルトコインも ETF 化が進む可能性があります。つまりソラナの ETF の承認っていうのは単にソラナだけの問題ではなく仮想通貨市場全体の可能性を加速させる可能性があるんです。では次に注目したいのがイーサリアムの動きです。今イーサリアムのガス代が過去4年で最安のレベルまで下がってきています。この変化が市場にどんな影響を与えるのか、次はこちらについて見ていきます。では最近イーサリアムのガス代が 70% も下落し、過去4年間で最も低い水準となっているようです。通常イーサリアムのネットワークは取引が増えるとガス代が高騰する傾向がありますが、今回は逆に大きく下がっています。ではなぜここまでガス代が安くなったのでしょうか。大きな理由の一つがレイヤー2技術の発展です。アービトラムやオプティミズムベースといったレイヤー2ソリューションが普及したことで、これまでイーサリアムのメインネットで処理されていた取引の多くがレイヤー2に移行しました。これによりイーサリアムのネットワーク負荷が軽減され、ガス代が大幅に下がったということになります。さらにこれを加速させたのが電空アップグレードです。このアップグレードによってレイヤー2ネットワークの取引手数料は最大 90% 低下すると予測されており、すでにアービトラムの取引手数料は約 0.15 ドルまで下がっています。これは今後イーサリアムを利用するコストがますます安くなることを意味し、
DeFi や NFT 市場の活性化にもつながる可能性があります。では、こうした技術の進化によってイーサリアムの役割はどう変わるのでしょうか。現在、イーサリアムのメインネットの取引数は以前の120万件から90万件程度に減少しています。これはイーサリアムがこれまでの取引の中心からセキュリティへの基盤へと進化していることを示唆しているかもしれません。レイヤー2を活用することで高速かつ低コストな取引が可能になり、その上でイーサリアムがセキュリティを担保する形になるというわけになります。この動きが進めば、イーサリアムのエコシステム全体がより効率的になり、さらに多くのプロジェクトやユーザーが参入しやすくなると思います。では、ここで注目したいのが仮想通貨の大衆採用に関する話題です。コインベースの CEO がミームコインが仮想通貨市場の普及を後押しすると発言しました。これが何を意味するのか、次はこちらについて解説をします。はい。では、コインベースの CEO のミームコインに対する見解ですけれども、最近コインベースの CEO であるブライアン・アームストロングさんが仮想通貨市場について興味深い発言をしました。彼はミームコインが仮想通貨の大衆採用の入り口になると考えているんです。これまでミームコインは単なるネタだったり、一時的な投機対象と見られることが多かったんですが、ここに来て大手取引所のトップがその価値を認める発言をしたということで注目度が高まっています。アームストロングさんは、ミームコインは初心者が最初に触れる暗号資産になりやすく、そこから仮想通貨エコシステムに入っていくきっかけになると考えています。これは過去の動きを見ても納得できます。例えば、同時コインはもともとジョークとして誕生しましたが、その後イーロン・マスクさんの発言などもあり、世界的に人気のある暗号資産へと成長しました。また、柴犬のようなミームコインも DeFi や NFT との連携を進めて、ただのジョークではなく実際のユースケースを持つプロジェクトへと進化しつつあります。この流れを考えると、ミームコインが仮想通貨市場の入り口としての役割を果たす可能性は十分にあります。コインベースもこうしたトレンドを踏まえ、ユーザーの需要に応じて多様な暗号資産を上場し、より幅広い層に向けたサービスを提供しようとしています。では、ここまでソラナの ETF、イーサリアムのガス代低下、そしてミームコインの可能性についてお話をしてきました。最後にこれらを総括して今後の仮想通貨市場について考えていきたいと思います。はい。では今回はソラナの ETF の承認の可能性、イーサリアムのガス代、そしてミームコインの役割について解説をしてきました。ソラナの ETF は SEC がこれから判断を下す予定で、専門家の予測では承認確率は 70% から 84% とされています。もし承認されれば、機関投資家の資金流入が期待され、価格にも大きな影響を与えるかもしれません。また、ソラナだけではなく、他のアルトコインにも ETF 化の波が広がる可能性もあります。そして、イーサリアムのガス代は、レイヤー2技術の進化によって4年ぶりの低水準まで下がりました。電空アップグレードの影響で今後さらに取引コストが低下し、イーサリアムのエコシステムは新しいフェーズに入ろうとしています。この動きは DeFi や NFT 市場にもプラスに働く可能性があります。そしてコインベースの CEO はミームコインが仮想通貨の大衆採用への入り口になると発言しました。これまで投機的と見られていたミームコインも少しずつ実用性を持つプロジェクトへと進化しつつあります。仮想通貨市場がより多くの人に受け入れられるためには、こうした入り口となる存在が重要なのかもしれません。では、ここで皆さんに質問です。ソラナの ETF は承認されると思いますか？イーサリアムのガス代低下はどんな影響をもたらすのでしょうか？そしてミームコインは仮想通貨市場を拡大させると思いますか？ぜひコメント欄で皆さんの意見を聞かせてもらえればと思います。僕はソラナに関しては最近 XRP の ETF に関する情報も出ていますけれども、やはりこれからどんどん ETF に関しては承認される動きになると思っています。そしてミームコインが市場を拡大させる、これはね、結構間違いじゃないと思うんですよね。自分の推しのミームコインっていうのが今後いろいろ出てきて、そこからどんどん暗号資産っていうのが世間一般に広がっていくっていうのは十分に考えられるんじゃないかなと思います。第2、第3の同時コインっていうのがどんどん出てくるんじゃないかなと思いますし、日本独自でも例えばポケモンを使った暗号資産とか、そういうのが出たら一気に普及するんじゃないかなと思いますけれども、これからどんなミームコインが出てくるのか要注目じゃないかなと思います。
はい、ということで本日の内容は以上となっております。ここで重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では、今後も暗号資産の海外での最新情報を僕の YouTube ではメインでお届けしていますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後にお知らせがあります。BCG ってご存知ですか？ブロックチェーンゲームと言われるものです。簡単なゲームをするだけで1日10万円、歩くだけで1日10万円、全く信じられないノウハウです。今このノウハウを無料で得れるみたいですので、興味がある方は概要欄より詳細をご確認ください。また暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらの方から参加されてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。